皆さんこんにちは。いろいろと、視聴者の方にサポートをいただき、あとはスロバキアのトミー、サンキューソーマッチ。トミーには協力をしてもらいました。あとホンダドリームコーチ、店長いろいろアドバイスをいただいて、大変助かりました。で、結論から言いますと、バッテリーを新品に交換することにしました。で、もう皆さんお気づきだと思うんですけど、なんでここまで私こだわったかっていうと、私の職業柄もあります。なかなか納得のいかないことが多かったんで、そこら辺も含めていろいろと考えることがありました。私、職業専門は電子回路設計、マイクロコンピューターのプログラミングをしています。そういう関係があるんで、バッテリー自体は専門外ですけども、ある程度の電気の知識も実はありまして、非常に今回の件は納得しがたいことがあったんで、一つは、なぜ、エンジンかかって1時間走った後で、動画撮影をして1時間ぐらい止めてて、その後バッテリーが上がってて、始動しなかった。結果的にはレッカー移動そういうこと。結論から言うと、一回過放電したバッテリーで、走っても再チャージしないということですね。そこから考えられるのは、バッテリー工業製品ですので、バッテリーの、不良もしくはオルタネーター、オートバイのオルタネーター、レギュレーター、発電系ですね、ジェネレーターの部分の不良とか、いろいろ思うことがありまして、あと MT-1100 が 550cc のビッグツインなんで、クランキングが非常に重い。つまりセルモーター回すときにものすごい大電流を一気に流さないと、セルが回ってくれない。こういうバッテリーっていうのは見かけの電圧容量っていうのは確かにチャージすると上がってくるんですけども、実際上一番大事なのはここのバッテリーの中の、インピーダンス、バッテリーインピーダンス、我々の業界ではインピーダンスっていうんですけど、内部抵抗ですね。これが大きくなると結局セルモーターに大電流を出力するときに、この内部抵抗が邪魔をして、そこの部分で電圧効果が起きてくる。その分だけ
電圧がドスンと落ちた状態になるので、結局セルモーターの方に電流が届かないというような状況です。だから容量があっても瞬間的な電流が流せなければダメなんです。で、そのためにこういうクランキングコールドクランキングアンペアを測るようなバッテリーテスターがあって、これでやるといくら、充電器で、こういう充電器で充電して、ある程度見かけの電圧容量が戻ってもこれでやると全て NG が出るっていうのはそういう理由ですね。CCA って言います。これについて充電器も結局、プチメイト6今回買ったんですけど、それも疑ってしまいまして、それの充電波形も、実際前回の動画で上げたようにまともに動いてるのかちょっとチェックさせてもらったという。バッテリーのチャーターのエンジニアじゃないんで、実際の動作は分かんないんですけど、それなりに動いてるような印象は持ちましたね。あとオートバイの、キーをオフにした状態でのリーク電流も測りました。これも後付けでいろんな部品をつけたりすると、その機器自体がリークをすることが出てきます。でそうすると常時電気を食っちゃう。そういうことがあったんで、テスターつないでリーク電流も測ってみた。あとはホンダドリームの店長さんといろいろ話して、充電系オルタネーターの、試験は自分でもできるんですけど、酸素交流なんでね。でもドリームさんの方でそこは全て点検をしていただいて、結果的には、オルタネーター系充電系は異常なかったですよというお話をいただいてます。だから全て調べた結果として私の結論行き着くところはもうバッテリー自体が過放電していくら充電しても実際の内部インピーダンスが上がってしまって大電流が取れなくなった。容量はあるんですよ。容量はあるんだけど内部テイクが増えてる。これをインパルスチャージでサルフェーションを取れるかっていうとまた別の問題になってくると思う。こういう構造になってますんで、これはいわゆるオルタネーターですね。これジェネレーターって書いてます。これオルタネーター、酸素交流オルタネーターで、ここにあるのがレクチュファイアって書いてあるレギュレートですね。電圧を交流電圧を直流に整流する。これ自体は交流で出てきます。ドリームさん曰くこれ300ボルトぐらい出てる。でここでレギュレートして14ボルトから15ボルトぐらいの、電圧にレギュレートして、バッテリーに充電したり機器に行ったりしてます。そういう構造になってます。ここら辺はドリームさんに全部見てもらった。間違いないと言って思ってる。そんなこんなもあって、バッテリーを変え
パ仕様の NT1100 がどんなバッテリーがついてるのか私知らなかったんで、スロバキアのトミーに頼んで、NT のバッテリーの写真を、撮ってもらって送りました。これトミーの YouTube です。アドレスはこれですね。後で概要欄に、載せておきます。あとはですね、アフリカツインはリチウムイオン、リチウムバッテリーが入ってるっていう話なので、それもちょっと検討しようかなと思ったんですけど、ホンダの純正のリチウムバッテリーは、Amazon 調べても5万円超えます。あとおそらくですねはっきりしたこと分かんないんですけど、だいたいリチウムってワンセルが 1.2 ボルト、こういうバッテリーって2ボルトだいたい一般的に、充電電圧がリチウムの方が少し高くなるんです。あと過放電するともう完全に戻ってこない、リチウムの特性です。過充電すると爆発する。これは携帯でも随分いろんなところで出てきてます。で今はリン酸鉄かな。現在進行形でバッテリー自体はすごくいろんなものが出回ってきてるんで、まだリチウムに走らなくてもいずれ安くて爆発の危険がないリチウム電池が、商品として出回ってくる、標準で出てくる時代がもうすぐ来ると思いました。それがあったんで、今回は、標準のバッテリーを入れ替えるということで同じものです。全く同じバッテリーで、これもホンダで買うと随分高価なんで Amazon で購入してます。後でいろんな写真もお見せしますが、今のところまだ NT 自体1年乗ってないんで、これ一番リスクが少ないノーリスクで動くと。あとはうちの家で常時充電して過放電を避けるような使い方で当分様子を見ようと思ってます。
しないうちにメンテナンスモードに移行しました。健康体のバッテリーは年々違いますね。どうしても初期不良というものが出てきます。で、ホンダのメーカー保証を調べました。そうするとですね、いろんなエンジンパーツは3年の保証になってますね、オートバイ。ただし、バッテリー機からバッテリーですね。こういうものが製対象なんですね。新車で買って、ホンダドリームさんではですね、バッテリーは半年の5000キロまでという製品保証になってます。で、じゃあ岩佐がどうかと言いますと、岩佐のバッテリーはですね、12ヶ月または、2万キロ、こういう保証が入ってますね。つまり、これはホンダでも一緒で、ホンダで、新車を買ったので交換した場合もこの12ヶ月または2万キロになるということです。工業製品は初期不良というのはどうしても出てくるので、全部が全部同じような動きをするわけではないというところですね。あと、バッテリーをちょっと一覧表にまとめてみたんですが、今回実験に使ったバッテリーがこれですね。ほぼ廃棄処分用なんで余分に出ました。次がこれ CRF ラリーのバッテリーです。その次が MT1100。容量的には一番大きいんですけど、で、あとですね、マーヴェリックツインはやっぱりリチウムが入っているので、ただ CCA も思ったより小さくて、これが本当に正しいかどうか、リチウムに関しては表記がちょっと違うかもしれないので、なんとも言えないです。ちなみにですね、今回、交換にあたって、リチウムにするか、標準品にするか、
はたまた全然別のものにするか考えたんですけど、さっきのアフリカツインに入ってると言われてるリチウムだったらですね、アマゾン調べて52,000高い、ちょっと買えないかなと。ただリン酸リチウムなんで発火の危険性は非常に少ないと思います。これ LT のバッテリーですね。まあこれぐらいの値段で購入できます。で、皆さんちょっと調べて取り出したんですけど、これはオープン価格なんで定価というのは決まってない、各販売店に任せてるというようなところですね。あとリチウムのですね、危険性の話はちょっと難しい話にはなるんですが、さっきアフリカツインの話したこのリン酸、これはもう発火の心配はないです。特性的に安定性も高いで、よく発火をしてたというのは、このコバルトですね。この辺りが危ないですね。ただサルフェーションなんだと。これウィバイクのホームページを見てるんですけど、サルフェーションとはゴミであると。要するに電極ゴミ薬をつくことで電極間の状況が悪くなる。接触面積が減ることで充電スピードはどうか。今回のサルフェーションとはどう違うようなんで、ちょっとわかんないですけどね。なかなか思うようにはいかなかったですけどね。なんともまあそんな形ですかね。